もしもですよ、新しい化学物質をまだ実験して試す前に、その危険性をピタッと予測できるとしたら、これすごくないですか？この解説では、まさにそれを可能にしてしまう、ちょっと驚きのツール、トクストリー。その仕組みを皆さんと一緒にじっくり見ていきたいと思います。新薬を人に試す前に、コンピューターだけで安全かどうかわかる。これってまるで SF 映画みたいな話に聞こえません？でも実はこれ SF なんかじゃなくて、今の創薬、つまり新しい薬を作る現場がまさに直面しているものすごく重要な課題なんですよね。はい、というわけで今回はこの5つのステップで謎に迫っていきます。まずは医薬品開発の大きなパズルから始めて、今日の主役トクストリーの紹介、そして彼がどうやって物事を考えているのか、その頭の中に迫ります。最後にはこのツールの本当の価値っていうのがきっと見えてくるはずです。さあ一緒に行ってみましょう。さて、最初のピースです。これは医薬品の安全性っていう、ものすごく複雑なパズルなんですね。で、ここで一番の鍵になるのが、なぜ危険なのかっていう問いなんです。このなぜを知るっていうことがいかに難しくて、そしてどれだけ重要なのか、まずはそこから見ていきましょう。今の AI 技術ってすごいじゃないですか。だから、ある物質が危険ですよって予測するだけなら結構簡単にできちゃうかもしれない。でも、ちょっと考えてみてほしいんです。薬を作る現場で本当に欲しい情報って、ただ危険っていうレッテルだけじゃないですよね。なぜ危険なのか、その根本的な仕組みを理解しないと、もっと安全な薬を作っていくことなんてできないわけです。そこで2つのアプローチがバチバチと対峙することになるわけです。左側がすごく高い精度で予測してくれるんだけど、どうしてその結論になったのかが分かりにくいブラックボックス型の機械学習。で、それに対して右側が結論までの道のりが全部見える透明なグラスボックス型のルールベースシステム。さあ、精度を取るか、それとも透明性を取るか。これなんだか究極の選択に見えちゃいますよね。さて、さっきのブラックボックス問題。このジレンマに対して、一つのすごくエレガントな答えを出してくれるのが、今回の主役、トクストリーなんです。じゃあ、その透明なアプローチっていうのを早速見ていきましょう。じゃあトクステリって一体何なのって聞かれたら、まあ一言で言うとこんな感じ。化学物質の設計図、つまり構造をじーっと見て、あらかじめ決められたルールに沿って、君は安全それとも危険って判定してくれる。そう、まるで化学物質の身元調査をしてくれる専門家みたいなソフトウェアなんですね。このトクストリーの信頼性っていうのは、このスライドが示すように、いくつかの強い柱で支えられてるんです。まず、誰でも中身を見たり、使ったりできるオープンソースであること。そして、科学的な根拠に基づいたはっきりしたルールで動くこと。で、何より大きいのが、規制当局も使っている、いわばお墨付きだっていうことなんですよね。これらが全部揃ってるからこそ、トクストリーはただの予測ツールじゃなくて、医薬品の安全を支える大事なインフラになってるというわけです。では、トクツリーは具体的にどうやって危険を嗅ぎつけるんでしょうか。その思考プロセス、言うなれば彼の脳の中をちょっと覗いてみることにしましょう。トクストリーの考え方のど真ん中にあるのが、この構造アラートっていう考え方です。これ、ものすごく簡単に言っちゃうと、分子の中にある特定の要注意な部分のことなんです。あ、この形があったらこういう危ないことが起きるかもしれないぞっていう長年の科学の蓄積が教えてくれるサイン。まさに化学物質が自ら発している危険信号、レッドフラグみたいなものですね。例えば、このスライドにあるようなものですね。ニトロ基っていう特徴的な形を見つけたら、これはがんを引き起こすリスクがあるかもしれないと疑う。エポキシ基っていうのを見つけたら、これは我らの設計図である DNA を傷つけるかもしれないぞと警告を出す。トクストリーはこういう膨大な危険な形の知識をデータベースとして持ってる、まさに科学の世界の生き字品みたいな存在なんです。じゃあ実際の判定プロセスってどうなってるんでしょう？
これがですね、驚くほどシステマティックなんです。まず、化学物質の構造データを入れると、トクストリーがその中から危険信号、つまり構造アラートがないかスキャンします。そして見つかったアラートをもとにルールに従って、イエスかノーかの質問に次々に答えていく。そう、まるで化学物質自身が自分の運命を決めていく、自分探しの冒険ゲームみたいに最終的なリスク判定にたどり着くっていう仕組みなんですね。さて、理論の話はここまでです。じゃあ、このトクストリーっていう賢いツールは、実際の研究開発の現場で一体どんな風に活躍してるんでしょうか。ここからは理論から実践へ。その応用例を一緒に見ていきましょう。トクストリーが持ってるたくさんの機能の中でも特に重要なのがこのクラーメー分類です。これはですね、化学物質を口から摂取した時のリスクを低、中、高っていう3つのクラスにすごくシンプルに分けてくれるルールセットなんです。これがあるおかげで研究者たちはもう複雑なデータとにらめっこする必要がなくなる。パッと見て直感的に危険度がわかるっていうのがものすごく大きいんですね。そしてこの1日あたり90マイクログラムという数字。これが何を意味するのか、これがまた非常に重要なんです。これはさっきのクランマー分類で一番リスクが高いとされたクラス3の物質だったとしても、1日にこの量までなら人の健康への心配はまずないだろうと考えられる安全なライン。専門用語で毒性学的懸念の基地 TTC と呼ばれるものなんです。トクストリーはこういう具体的な安全基準を判断するための科学的な根拠までちゃんと示してくれるっていうことなんですね。さらに、トクストリーの信頼性を決定づけるのがこの言葉です。新薬の安全性を評価するための国際的なルールブック IHCM7 の中でトクストリーのようなルールベースの手法が公式に推奨されると書かれているんです。これってものすごいことなんですよ。その透明性と科学的な正しさが世界レベルで認められている何よりの証拠と言えるわけです。さあ、いよいよ最後のセクションです。ここまでトクスリーの凄さをたくさん見てきましたけど、もちろん世の中には他のツールもいろいろあります。トクスリーを言えばライバルたちと比較しながら、創薬っていう仕事において本当に最適なアプローチって何なのか、最後に一緒に考えてみましょう。この比較表すごく面白いですよね。見てください。トクストリーの最大の武器がなぜがわかる透明性だっていうのはもうわかりの通りです。一方で、プロトクス2とかアドメットサールみたいな機械学習ツールは予測できる項目の数、つまりカバー範囲の広さや網羅性で勝ってるんです。これを見ると、どっちが優れてるっていう単純な話じゃないんだなっていうのが見えてきますよね。つまり、私たちがたどり着くべき結論はこれなんじゃないでしょうか。これらのツールはお互いに張り合うライバルなんかじゃなくて、お互いの弱点を補い合う最高のパートナーなんです。トクストリーでなぜ危険なのかっていう根本的な理由をしっかり押さえて、その上で機械学習ツールで考えられる限りのリスクを広くチェックする。この2つをうまく組み合わせることで初めて医薬品の安全性という本当に高い目標を達成できる。これこそが現代における最も賢いやり方なんじゃないかと思います。最後に、この問いを皆さんと一緒に考えて、この解説を締めくくりたいと思います。AI がどんな問いにも瞬時に答えを教えてくれる。そんな時代に私たちはその答えに至るプロセスや理由、つまりなぜを知ることにどれだけの価値を見出すべきなんでしょうか。トクストリーが私たちに教えてくれるのは単に毒性を予測する方法だけじゃないのかもしれません。科学を探求する上で、そしてこれからの私たちの未来にとって透明性っていうものがいかに重要か、そのことを改めて問いかけてくれているような気がしますね。